こんばんは、もこも不動産マフです。今日はですね、コロナウイルスのワクチンでですね、結構いい結果が出てきていて、それでですね、昨日大幅にですね、株価が上昇しました。で今日はですね、どういったワクチンなのかとかですね、株価がどれぐらい上がったのか、ちょっと状況をですね、久しぶりにいいニュースなので、解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけれども、ワクチンですね、モデルナ社っていうのはですね、いい結果が出てきて、最初にですね、人に投与していい結果が出てきたので、それが、結構楽観的、いい結果だったので、株価が、全体に市場全体がですね、交換して、911ドルですね、ダウが上がったってね、すごい、今日なんかツイッターのトレンドでね、911みたいなのあったから、なんだ911ってと思ったらクリックしたらもうそのダウ平均の上昇が結構バーンと上がってですね、3月以来の、すごい高値をなってました。なので、株としてはね、すごいいい感じになってます。で、一方で失業率はまたですね、ちょっと悪化してるっていうのが、悪いデータも少し出てきてるんで、合わせて紹介していきたいと思います。で、まずモデルナ社なんですけれども、これは、なんか、モード RNA っていうところから名前来てるみたいですね。それなんかモデルナって言って、RNA ウイルス、RNA ワクチンっていうのを開発してるみたいですね。なのでDNA ワクチンとかいろいろあるみたいなんですけども、本当ね、最先端のワクチンみたいで、RNA ワクチンってね、ちょっと調べてみたらあんまり情報ないですよ、日本語のやつが。アメリカのウィキペディアとか出てきたんですけども、いまいちちょっと自分もね、RNA ワクチンとは何ぞやってね、よくわかんないですけど、それが効いたみたいですね。で、記事を見ると、3月と4月に2回ですね、実際に、ワクチンを打ちましたと。で、18歳から55歳のですね、男女45人に、28日間に、1回打って、また28日明けてバーンと打って、でさらに、その2週間後に、抗体を確認したところ、CNBC っていうね、アメリカのでかい、メディアからの報道によると、その2週間後に、被験者全員が、感染から回復した人と同程度の抗体を獲得したってね、これ全員ってね、すごいですよね。で、人によって副作用もないってことで、抗体はね、どれぐらい効くのかとかって話はあるんですけれども、そういうのひっくるめても、同じぐらいのですね、抗体をかからずに獲得できたよっていうことで、すごい成果が出てて、これでね、むちゃくちゃ市場が反応した好感を持たれたってことですね。で、8人は、そのうちの8人は、なんか中和抗体っていうね、なんかウイルスの増えるのをですね、抑えるような抗体ができた人もいたって言って、プラスアルファ、さらにいい抗体を持ってる人もいるみたいですね。なので、これで、株価が上がったみたいですね。結構ね、全員ってすごいですよね。これ何割かとかなくって、今の段階でですね、3月と4月に打ったんで、また5月に新しい、次のステップに入ってるみたいなんで、早くね、なんか年内にできればいいな、みたいな状況ではあります。で、これがCNBC の報道で、モデルナのレポート、ポジティブデータ on early stage コロナウイルスワクチントライアルっていう。で、すごいですね。今、45人やってみて、抗体がですね、できましたよ、みたいなことが、こういうの出てますっていうことで、これが、すごい交換されたと。で、さらに、これご存知の方もいるかもしれないですけども、なんかワープスピード作戦って言って、早く、ワクチンをですね、コロナのワクチンを、世界中に届けようって言って、トランプ大統領がなんか15日に発表してますね。で、年内のワクチンの完成を目指して、とにかくいろいろね、やっぱ人の命に関わることなので、薬の承認ってすごい大変なんですけども、それをとにかく早くですね、いろんな制限を撤廃して、スピード重視ですね、もうスピードワープするぐらいのスピードで開発しようっていうことで、その原爆のですね、マンハッタン計画と同じぐらいのですね、スピード感を持って、それと同じぐらいの一大プロジェクトだっていうふうに、言ってたっていうふうに報道されてました。で、100億ドルなので、1兆円ぐらいですね、予算をもう確保していて、有望なワクチンの候補の絞り込みとか、政府の認可の、手続きを迅速化したりだとか、供給までの時間短縮なんか買い取ると、失敗しても買い取るとか、いろいろあるみたいなんですけども、そういうので、加速させようっていうふうに、アメリカ中ですね、一致団結してやると。でなんかこの、陣頭指揮をね、取る人が、モデルナ社の、取締役やってたから、そのモデルナ社の取締役を、退任したとかですね、なんかそういうのも報道出たりとかしました。これがね、すごい好感、受けて、やっぱりモデルナ社の株価が一気にですね、上がって、昨日1日でですね、19% 上がりました。一気に80ドルまでですね、ナスダックに上場してるんですけれども、で、時価総額はもうなんと3兆円まであるってことですね。で、なんかちょっと調べきれてないんですけども、なんかまだモデルナ社としてのまだベンチャー企業で薬とかそんなにね、バンバン今まで作ったっていう感じじゃなくって、今まさに研究開発だけやってるような状態でもう時価総額3兆までいっちゃってるっていうんで、かなり期待されてるっていうところの表れなんでしょうね。
で、さらに、この後ですね、もう一個、報道が出ていて、米モデルナ社が、株をね、さらに増資だと思うんですけど、株をこう売り出しして、もうちょっと資金を調達して、それをコロナの、ウイルス、ワクチン開発にですね、当てようっていう風にして、資金調達をするよっていう風に言ってます。公募を通じて12億5000万ドル、約1340億円の、規模の株式売り出しを開始したと発表したっていう風に言ってますね。一株当たり75ドルから77ドルぐらいで売るよって言ってるんで、ちょっと今の80ドルよりかは少しですね、ディスカウント安くするから、ちょっと公募で買ってよみたいな感じで株を売り出すと。で、そのお金で、コロナウイルスですね、ワクチンの開発を加速させるみたいな、そういうことを、1000億円なので、結構な、金額をやってます。なので、バイオをね、すごいこう、夢があって、面白いところ、投資対象としても結構人気だったりとかして、株価もね、こんな風にバーンって跳ね上がったりとかしやすいのですね、結構投資家の中で人気だったりとかします。で、バイオ企業に対して投資どうですかっていう風に、たまに聞かれる時があるので、ちょっとついでにですね、答えてみようと思うんですけれども、自分自身としては、そのバイオ企業ってどういうイメージかっていうと、とにかくね、もうこう、値動きが激しすぎるんですよね。だから結構安定しないっていうか、上がるときはバーンと上がるし、下がるときは暴落するみたいなですね、そういうところがあったりします。で、結構そのワクチンとか新しい薬を開発するって言って、大体期待で上がってくるんですけども、それがなんかこう治験とかで副作用が見つかったりとか、効果が出なかったとかあったりとかすると、一気にですね、株価がボーンと暴落するっていうケースがね、結構あるんですよね。なので、そういうハイリスク、ハイリターンの代表みたいな僕はイメージを持ってて、なのであんまりバイオ銘柄買ったことないんですよね。こう見てるだけっていう感じですね。創生とかね、いろいろなバイオ銘柄、見てるだけで、それになんかこう主力で投資したとかないですね。見てる感じですね。で、本当ね、期待で上がっていって、なんか失敗して暴落したとかですね。なので、結構開発にむちゃくちゃお金かかるし、それがその開発できるかどうかっていうのは結構わかんないんですよね。なんかもうこれ絶対実用化できるよみたいなね、そのなんか製薬業界いらっしゃる方の方が多分むちゃくちゃ詳しいと思うんですけれども、薬がね、その効果あって承認されて、それが本当に世の中に出回るまでって、むちゃくちゃいろんなね、やっぱ人の病気を治すってことは大変なステップがあるんですけども、大体どっかで引っかかるっていうケースが多いような印象を持ってるんですよね。傍から見てると。で、もし本当にね、それ予想できるんだったらいいんですけども、このね、薬が、有望だって絶対行くぞっていうのをね、その投資家として判断できればいいんですけども、ちょっと判断が難しいんですよね、医療関係って。僕もその専門家ではないので。っていうところから、あえて、この株をですね、買う必要ないかなっていうところで僕は、バイオはいじってないですね。ただ、すごいね、絶対開発できるよって、モルダノいけるよっていうふうに、思うんだとしたら、モルダナですね、買うってのもありなのかなと思いますが、僕は、買ってないってことですね。で、この、バイオの、ワクチンのですね、抗体全員でしたよっていうニュースを得て、ダウ平均がですね、900ドルぐらい一気に当たって、2400、24,700ドルなんですね。また上がりました。なので、過去のですね、ピークと同じぐらいのところまで、上がりましたね。一気に911ドル上がったっていうんで、結構交換されてますね。今この辺の24,000から5,000ぐらいのところのボックス相場、こう来てるんで、ここをね、上に抜けるか下に下がるかっていうのをすごいみんな注目してますね。ここでね、どこまでこう動くかっていうところをかなり注目しているところです。で、日経平均も今日結果はですね、よくって、2659円までですね、21,000円近くまでもかなり上がってきてるんで、株価かなり回復してきたなっていうような印象になってます。なので株はね、すごい上がってきてて、ワクチンもできるし、いい情報が出てきます。で、一方でちょっと悪い情報も、最近ちょっと出てきてるんで、またこっちも紹介します。で、今週のですね、アメリカの失業保険の申請者数が、全然もう失業保険の申請者数が、止まらなくて、今週もですね、先週も、300万人増加っていうことで、毎週どんどんこう増え続けてて、この8週間で3600万人がですね、失業保険を申請してます。失業保険申請するとお金もらえるから申請してるっていう声も、あるのはもちろん承知してるんですけども、それにしても全然下げ止まらなくって失業率がですね、さらに爆上げ5月もっと悪化するっていうのが大体予想ができてきてます。で、あと、ウーバーがですね、今日報道で3000人以上のリストラをするって言ってました。なので、今までね、CJ クルーとかですね、デパートとか、そういう小売とかが破綻したよっていうのがあったんですけども、ウーバーみたいなですね、ベンチャー企業で、
IT 企業と言われているところも、ちょっと苦しくなってきていて、3000以上、25% を削減、リストラをするっていうふうに発表していて、シリコンバレーの中でも少しですね、そういうリストラみたいなのが少し動き始めてるっていうのがあったりします。あと日本の GDP が発表されて、これも予想通りっていうかね、みんな悪化するのは予想してたんで、そんな驚きではないんですけれども、1月から3月の GDP がマイナス 3.4% ですよってことで、で、10月から12月が年率で 7.4% 減で、今回が1月から3月が 3.4% 減なので、この2つでですね、2期連続マイナスで一応景気後退っていう定義になっているので、リセッション、不景気入り、今までずっとね、好調、アベノミクス好調って言われてたんですけれども、GDP 的にも、景気がですね、後退し始めたよっていうような、サインになっていると。で、さらに、C56 はですね、マイナス年率換算で 20% 以上のGDP が悪化するっていうふうにもうすでに予想されているので、緊急事態宣言とかがあったので、かなり、GDP が悪化するんじゃないかって言われてます。これは織り込まれているとは思うんですけれども、こういう結果が、市場の日本のね、経済は悪化しているっていうことが、出てきてしまっているっていうところですね。で、失業保険のね、申請者数も、これ3月28日発表あって、これ1970年ぐらいから失業保険の申請者数、大体数十万人ですね、30万人から50万人ぐらいでね、この50年ぐらい来たのに、急にいきなりバーンとね、もうグラフが吹っ飛ぶぐらいの300万人申請されましたって言って、1週間で330万人で、翌週も660万人とかで、2週間で1000万人ですよとか言ってたんですけども、今、ここから8週間経って、3600万人に増加してるんで、全然ですね、失業保険の申請者数が下げ止まらなくって、どんどん失業者が増え続けてるような状態なので、ちょっとね、心配かなと思ってます。一応一時的な解雇とは言われてるんですけれども、本当にこれ復帰できるのかどうかっていうところはですね、今後のアメリカの経済ですごい重要なポイントになってくると思って、僕はすごい注目しています。でこちらは、これが先週までのですね、失業保険の申請者数で、330万人、680万人、660万人、52万、520万人、減ってきてるんですけども、依然ですね、この膨大な、今まで数十万人、35万人ぐらいが、週平均になったことが一気に10倍ぐらいずっと続いてるっていうところで、やばいですよと。それで、前期のですね、4月の失業率は、14.7% だったかなぐらいだったんですけども、まだ5月はさらに跳ね上がって失業率 20% とかね、世界恐慌レベルまで行くんじゃないかみたいなのが、ちょっとね、心配だなってところですね。これはちょっと一時的な解雇なので、みんなね、経済が元に戻って、みんなすぐに働き始めれるから大丈夫だっていう風な、考えてる人ももちろんいるので、なのでね、この人たちが、失業された方がすぐにですね、経済がロックダウン解除されて、働けるようになればすごいいいなと思ってます。ただ、その人たちが、失業者のままであったとしたら、本当ね、アメリカの経済はかなり傾くなっていうところで、この失業率、今のこの増え続けてる失業保険、こっちは失業保険ですね。リストラっていうか、されたので、失業保険を受けると、プラス$600とかもらえる、最大でもらえるので、失業保険もらった方が得だと思って辞めてる人も結構いるのでですね、バンバン受けてるんですけども、それ失業して、実際に失業率上がっていって、その人たちが、問題なくですね、社会に復帰して、また元の一時的な解雇でまたすぐに復帰、働き始めれるかどうか、そこがですね、すごい注目のポイントで、戻れなかったらやべえなっていうところが、ちょっと心配してます。ってことで、ここまでですね、解説してきて、もしね、株式投資とか興味ある人は株の基礎再生リスト作ってるんで見てみてください。あと FX の入門とか不動産投資の入門も再生リスト作ってるんで、ぜひ見てみてください。ということで、モデルナですね、ワクチンの開発、結構ね、久しぶりにいい情報だったので、ちょっと解説してました。で、これすごいですね、知見者全員の抗体ができましたよっていうことなので、ここからね、ワープしてですね、年内にワクチン開発できれば、もう本当人類にとってはですね、すげえプラスになるなと思っていて、なんとかね、回復、ワクチンできてほしいなっていう、思っているところですと。で、さらに、他のね、会社も、例えばファイザーとかですね、7社ぐらいって言ってたか7社ぐらいいろいろ開発してるみたいなね、ジョンソン&ジョンソンとかね、そういった他の7社とかも、頑張ってるんで、そういったところも、ワクチンね、できるといいなと思ってて、もし興味ある人はですね、調べてみると、どの銘柄が、その、コロナウイルスワクチンをですね、開発してるかってあるんで、投資してみたい人はですね、そういうのは投資してもいいのかなと思います。僕はちょっとね、ワクチンはちょっとバイオは出さないっていうふうに、今のところわからないものは投資
資しないようにしてるんで、ここはちょっと見送ってるんですけれどもですね。で、株価はね、すごい回復してきてるんですけども、今期はね、業績はどんどん悪化するのは見えてるんで、その最終的にどうなるか、それが今回、注目で、特にアメリカに関しては、失業率ですね、これが回復するかどうかっていうのは僕はすごい注目してます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、経済ニュースとか、不動産投資とか、わかりやすい情報を解説しているんで、引き続きですね、勉強したい方はぜひですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらTwitter とかでシェアしていただけると嬉しいです。また有益な情報を発信しているのでフォローお願いします。あとインスタとですね、Facebook もやってます。あと LINE アットで不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、ぜひですね、登録してみてください。あとブログやってるんでよかったら見てください。あとモクボッチっていうサブチャンネルやってます。それではどうもありがとうございました。ウェイ。おまけですね。少しおまけを話したいと思います。何おまけね、ちょっと違った緩い話もいいなって言ってたので、まず昨日ソフトバンクの動画の話をしたんで、ソフトバンクの決算の結果株価どうなったかっていうと、これ昨日の動画見ていただければわかるんですけども、ソフトバンク大赤字でしたよって、史上最大の赤字出て、でもね、中身は株のね、含み損がなくなったのがメインなので、そんなのは、個人的には大したことないかなって思ってたんですけれども、一回上がって、4600円とかまで上がってから、最後で、お昼前にちょっと下がって、マイナスで、終わってますね。そんなにですね、2%マイナスぐらいなので、ちょっと市場がね、全体的に上がってる中、ソフトバンク下がったんで、ちょっとなんかあったのかなちょっとわかんないですけど、なんかあったのかもしれないですね。10時、11時ぐらいね、一気に下がってるんで、この辺ちょっとわかんないですね。株価、そんな下がってないですよってなってます。あとレナウンですね、破綻しますよってね、レナウンショックじゃないですけど、コロナお金をね、中国企業から振り込まれなくって、それをきっかけにですね、消費税増税とか、アパレルの会社なんですけども、それがですね、破綻しますよっていう、民事再生法を適用して株価どうなったかっていうところを見たんですけども、80円ぐらい、バブルの時15000円とかあったのが、80円までね、この30年間ぐらいで下がってしまって、で、株価はね、ストップ安になって、50円ぐらいでストップ安になって、その後値幅制限撤廃でもストップ安なしになったんですけども、今日19円ぐらいで19円まで下がって20円で終わってますね。終わりね20円なので。なのでこれどういうことかっていうと、破綻するし、株も電子くずになるよっていう状態なのに、20円で買ってる人がいるってことですね。これ出来高なんですけども、飛び抜けでむちゃくちゃみんな取引してるんですよね。だからもうマネーゲーム領域に入ってきたってことなんで、結構ね、面白くなっていく。面白いって言っちゃいけないんですけど、マネーゲームね、この後どうなるか、20円からね、100円ぐらいまで戻ったりとかね、よくわかんない動きするんで、見とくと面白いかもしれないですね。このまま素直に20円のまま行くっていうよりかは、結構暴れるんで、また10円まで行ってから30円とかね、すごい動きするんで、ちょっと絶対手は出さない方がいいと思うんですけども、動きはね、リアルタイムで見ると面白いと思います。で、ちょっと参考まで、これ高田ってね、高田エアバッグがね、リコールした会社で破綻してるんですけども、これも一気にですね、500円ぐらいあったところが一気に下がって、18円とかまで下がったんですよね。でも、株価がなくなるって分かってても、マネーゲームですね、100円ぐらいまで上がってんすよ。3日間ぐらいで100円ぐらいまで上がって、だから5倍ぐらいまで上がって、また元に戻ったみたいな、こういうよくわかんない動きをしてる時があるんで、見てると面白いかなと思ったりとかしてます。それどうもありがとうございました。ウェイ。T シャツ。